本当に強引な親だなっていう、そういうのはずっと心に秘めて我慢して、僕が伝えたいものは物語ですね。周りとの違いに苦しめられていたような気がします。幼少期修士号を取って、いわゆる優等生ですね。ラップも知らなかったのでショックでしたね。大分出身の同い年のやつがこれラッパーなってる、すげえよ。スカイ君と出会ってなかったらこんなことにはなってないと思う。歴史を作りに来たぞ。スカイはやっぱりスターですね。センスの塊、クロート信じ希望じゃないですか。誰もやってないことをやるっていうのがビジョンですね。小4までの間で韓国、マレーシア、シンガポール、カナダ、アメリカ、いろんな国行ったけど、ヒップホップの文脈におけるフットがないから。これ懐かしい。小学校ぶりにこの角度。それよりも生まれ育ったこの場所、この公園、木々とか、そういうものに対して愛着があるっていう。こうやってもうこうやってペケポンつってやってました。高校に上がる時にここに移ってきたんで、思い出はやっぱここ。初めて僕が「シガレット」っていう曲はもうここで撮ったんで、音楽活動の第一歩。お、いけるんや。ライブでしょ。キャリアとしては多分1歳ぐらいかもしれないですけど、24歳ぐらいの気持ちでやってます。これまで自分が経験してきたものとか見てきた世界を偶然音楽っていう手段に出会って、それで奏でてみたらいい音が鳴ったっていう。バイリンガルだったりとか、いろんなバックグラウンドがあるとか、なんかそういうところでこう言葉選びとかもなんかあんま他は聞いたことないというか。意外とこう眼鏡をしてて、ビジュアル的にこういかついって感じじゃないけど、結構中身マッチョだなと思う。こうって言葉をこう直球で投げれる感じとかがすごいなと思います。自分に正直でかつかっこいいって本当にいないと思うんですけど、なんでこんなにダセえこと言ってんのにかっけんだみたいな、全く違う人生を生きてきたのになんでこんなに共感しちゃうんだろうとか、最初にこう感じたのがヒップホップでした。東京歴史を作りに来たぞ。ちっちゃい頃からいろんな国で生活してきたっていうのは、周りとの違いに苦しめられていたような気がします。幼少期はですね、結構寂しかった。本当に小学校の頃初めて韓国に行った時も差別に遭うというか、日本に帰れって言われたし、民族的な壁に食らった経験もしましたし、アメリカでは全く英語喋れない状態で行ったので、言語的な壁、みんなと違うことをどうポジティブに変えるかみたいなことをしないとメンタルが持たないっていうことに分かって、いろんな発表会だったりとか賞を得たりとかすることが自分が生きるために必要だったことだったんですよね。いわゆる優等生ですね。ただ自分の中では逃げるためにそういうことをやっていたので、何も自分らしくはなかったんですよね。一言で言えばとてもいい子。いつも返事的には大丈夫よ、いいよっていう受け身的な形だったので、逆にそういう子で自分の意見とか主張がちゃんとできるのかなっていうすごい心配が実際はあって、小2の時に韓国の方に留学をさせた時に、夜バスに乗って「これはあなたの将来のためには絶対いいんだから」、スカイは「うん分かってる」っていうでうち向いたんですけども、
顔が窓に映るじゃないですか。で黙ってて泣いていたんですよ。それを見た時にこの子も、それでも私は知らんぷりしました。あの時子供ともうちょっと心をオープンにして話をすればよかったなっていう、そういう心残りはずっとあります。もうちっちゃい頃は本当に強引な親だなっていうのをすごい感じてた。なんでそんなに正しいと思ってんのっていうのをずっと思ってたし、そういうのはずっと心に秘めて我慢して、親とバチバチに喧嘩することは避けてたっす。この絵見ると帰ってきた感じするけどね、いつも。確かに中学の頃から帰国子女がいるみたいな噂はあって、割と名前は聞いたことあったんですよ。友達とたまたま音楽のつながりでなんか路上ライブとかやるよっていう話から同じ輪の中にスカイが登場してくる感じなんですけど、ここだよね。ここやな。やば、めっちゃ懐かしいじゃん。なんかめっちゃいいね。When I was 13, I had my first love でしょ。めっちゃ懐かしいそれ。これもうやってたわ。ベイビー超世代だったもんな。ベイビーやったな、ここは。俺をヒップホップに引きずり込んでくれたきっかけな人物でもあるし、俺がまだヒップホップを愛せてる最大の理由でもあるし。月間にパン工場が始まるよ。ホーミーは浅すぎる言葉だぐらいな感じの存在だと思ってます。やばいってこれ。はい、チーズ。大分出身の同い年のやつがこれラッパーなってる。すげえ。ちょっと頑張ってください。もうファンベースが見えるっていうね。Welcome to 大分。Welcome to 大分。Willkommen。Yeah. You want to want, Yeah.12のことをアメリカの土踏んで悟るもの What's funny 日米中間の境界線立つと葛藤を胸の底。一番本気で俺はヒップホップ作りたいと思ったのはやっぱラップスター誕生のおかげですね。当時は修士号を取って研究者志望の大学院生でした。これまで自分が生きてきた20年間っていうのは本当に実体のないものだったなって本心で思ったし、これで自分は幸せになるしかないんだっていう思い込みというか。ちょっとなんか泣けてきたんでちょっと待ってください。なんか泣けてきたな。これまでの家族からの期待だったりとか周囲からの期待というか、どうせあいつは学者とかいい感じのものをするんだろうなっていうなんかそういうことがあったわけですけど、そういったものを全部やめて俺は音楽作るんだっていうのって多分23年間生きてきて初めて経験した自分の意思で起こした変化だと思うんですよね。ラップって何っていうラップも知らなかったので、それは趣味で遊びだよっていうようなそういう感覚はずっとあってるので、音楽を仕事をするっていうのは私の人生の中ではないんです。一体何を彼は歌ってるっていうのを知りたくて、そのリリックを聞いて、これが言いたかったのかなと一人でめっちゃ泣きました。求める地位やブリンブリン名誉名声笑うシータの顔見ろジブリ心どしゃぶりの雨気づかないしテロ地に足ついたふり、俺は選ぶ自分のレール沿って歩くがちマイル先見据えて鏡ん中問いかける綱は首にかけず渡る従う誰かの無言のルールノーマル高はネイルまでも選ぶはスラック苦しいけど選択肢でこそヒップホップだろ。終わったスカイだからいやまだいい感じ。よかったです。ありがとう。My parents。私はもうコンサート見たことないし、ライブもそうなんだ。急にヒップホップのライブに初ライブがヒップホップのどうだったライブ。俺もそういうところは初めてです。何をすればいいか分からんですよ。いや嬉しいね。スカイが音楽を始めるっていうことをきっかけにやっと真の家族になれたっていうそういう気がしました。享受してた愛っていうのが
これが当然だろうと思って本当に嫌なところだけ目についてたけど、今考えたらもうとんでもない水準の高い愛をもらったな。ツアーが終わってやりきったっていう感じですかね。サブ中のサブなジャンルをやってる気がするなってユインと話したので、本当にワンマン生まれるぐらいの曲ができるのかなって思ったんですけど、今日もありがとう。でも実際めちゃくちゃ聴いてますって声かけてくれる。もっとギア上げて傑作だけを残すっていう気持ちで作り続けることはやっぱり間違ってなさそうだと思った。じゃあ準備できたら本ちゃん OK。 ウィン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 いけそうですか。はい。ういっす。ヒップホップっていうジャンルを選んだ理由は使命感じゃないですかね。もうそこに引っ張れっていう風にそこに縄があったっていう感じです。気づいたら本当に大好きになったから。表現方法として一番自然で自分の気持ちを落とし込めた媒体だったっていうことですね。ヒップホップだけではなくていろんなジャンルの人たちとも関わりたいし、もっといろんなジャンルのアートに触れたいっていう気持ちが今はすごく強いので、そういう努力をするかなと思います。自分はアイデンティティがやっぱり日本で育ったから日本語で表現がしたいっていうのはすごい思ってたところなので、一番美しくて一番いろんな世界を見せられて一番好きだからですね。その上でグローバルに聴いてほしいっていうそういう気持ちがありますね。俺は生きない身を投じる覚悟さ I know Oasis の子だから泣いても許してよ